エレンとミカサの髪の長さのすれ違い。エレンは始祖の巨人継承者であるフリーダの影響を受けて髪を伸ばしてしまった。ショートの107番で解説済み。進撃の巨人のキャラは髪型が変わる。これはリアリティのためでもあるのだろうけれども、神話での設定を髪に反映させているからなんだ。例えばヒストリアは黄金のリンゴの管理人イズンと黄金の化身フレイヤ、エルヴィンとイエナは金髪面のシグ、ライナーは石の巨人フルンブニルの相葉、黄金のたてがみグルファクシー、力を持ったアッカーマンは黒ヘビニーズヘッド。今回はエレンとミカサの髪の長さから2人のすれ違いを解説する。9歳出会い。ミカサは長くて女の子っぽい。12歳訓練兵団入団。ミカサはエレンに注意されて切った。ちゃんと違ってエレンはミカサの髪なんかどうでもいい感じだな。15歳調査兵団入団。12歳の時の漫画。16歳海にたどり着く。エレンは伸びてるね。17歳清宮津のリトが来訪。エレンはショートボブ、ミカサはボブ。18歳マーレに渡航。ミカサが髪をショートボブにしたからエレンと同じ。初めてお揃いになったか。19歳レベリオク襲撃。エレンは随分伸びたね。ミカサは同じ髪型。その1ヶ月ちょい後、エレンのフリーダカが完成。道でのエレンとミカサ。ミカサはボブ、エレンは子供の頃の長さになっている。エレンの前髪はフリーダの形跡があるな。エレンが死んだ時、エレンの髪が切られて少し短くなった。エレンの死から3年後。ミカサは伸びているな。土葬の場合、髪って何年ぐらい残るの？保存状態に大きく左右されるから数ヶ月から数百年。ってことはエレンは死んだ時のまんまがすでに亡くなっている可能性もあるのか。2000年もしくは2万年後。さすがに2人とも髪なんか残ってないだろう。つまりエレンとミカサの髪の長さが同じになったのは俺はお前のなんだ。2000年もしくは2万年後の君へ。2回だけってことだね。そう、この2人の髪の長さは2人の気持ちのすれ違いを表しているんだ。じゃあこの時ミカサがちゃんと気持ちを伝えていたら2人は一緒にいられたってこと？もしそうならエレンはミカサをあの世に道連れにしていたかもしれない。北欧神話ではアッカーマンであるトールシンと進撃であるヨルムンガンドは相打ちで死ぬんだ。エレンは知る限りの未来を私に伝えました。エレンが知っていた未来は末代の進撃継承者であるヒストリアの娘の記憶。ミカサは平和大使ではなかったからヒストリアの娘の未来の記憶にミカサはいなかったのかも。だからミカサを道連れにすることはエレンの中の選択肢として残っていたんだと思う。でもアルミンに怒られてアルミンが一緒に地獄に行ってくれるっていうからミカサを手放したんじゃないかな。あの世で一緒になるチャンスだったってことなんだ。でも2000年もしくは2万年もかけて一緒になるエレンとミカサ、あまりにも壮大すぎる恋だと思わない？